こんにちは、岡村直子です。今日は点の打ち方問題についてお伝えしようと思います。文章を書いていて、皆さんこの文章の途中にある句読点のうちの読点、点の部分は迷っているようです。どう打ったらいいのか、いるのかいらないのか、それはどう判断すればいいのか。これは文章を書き慣れてる人にとってはちょっと感覚的な部分があって、見ればわかるじゃないかっていう話になりがちなんですね。でもこの文章が苦手な人にとっては、そう言われてしまうと答えがなくなってしまう。それがわからないから困っている。そういう悩みがたくさんあると思います。なぜそう判断するのか、それを判断する方法はどういうものがあるのかを今日は紹介したいと思います。そもそもこの読点を打つ意味というのは何なのか。それは読者の方に意味を取り違えさせないこと。例えばこの前の言葉が後ろにかかってるのか、前の続きで言いたいのか、それは点の打ち方によって意味の捉え方が変わります。なので自分が伝えたい意図に向かってちゃんとコントロールするために的確なところに点を打つというのが一つの役割です。もう一つは読む時のリズムを整えること。もうどこまでも点がない文章というのは読む人も息切れしてしまうというか疲れてしまうんですけれども、ここで一旦区切って息継ぎしていいですよという印でもあります。なので2つの役割。1つは意味の切れ目で打つこと。相手に意味を正確に伝えること。これが1つ目の役割。2つ目は文章を読む時のリズム作り。ここで息継ぎしていいですよ。切っていいですよ。そういう心地よい場所に打つというのが2つ目の役割です。じゃあ実際に文章の中でどんな風にそのチェックをしているのかというのを見てみたいと思います。一つ目、意味を取り違えやすいところに点を打つという典型的な例です。例えば例文として、鈴木さんが傘を貸そうと佐藤さんが走っているのを止めたという文章があったとします。この傘を貸そうとしているのが鈴木さんなのか佐藤さんなのか、この文章だとどっちかわからないんですね。例えば鈴木さんが傘を貸そうと佐藤さんが走ってるのを止めたというところに点を打つと、鈴木さんが傘を持っていて佐藤さんが何か走り出そうとしているところを傘を貸してあげるからって言って止めた、そういう場面になります。もしこれが点の場所が変わったら、鈴木さんが傘を貸そうと佐藤さんが走っているのを止めた。これは多分佐藤さんの方が傘を持っていて、鈴木さんでもない佐藤さんでもない誰かのために傘を貸そうと佐藤さんが自分の傘を持って走ろうとしているところを鈴木さんが止めたっていう図式になります。もうこの点の打ち方で事実が全然違うものになってしまうんですね。なので書き手としてはこの鈴木さんが傘を貸そうと佐藤さんが走っているのを止めただけで終えてしまうのはとても不親切です。どっちの意味を伝えたいのか、必ず点を打って意味を明確にしなければいけない。鈴木さんが傘を貸そうと佐藤さんが走っているのを止めた。これだったら意味がどっちかわかる。傘は誰が持っているのかがわかる。これが意外と放置されていることが多くて、書いた人は事実が分かっているからもう当たり前のように読み進めてしまうんですけれども、初見の人がそれをどう捉えたかというのは遂行するときにちょっと見直しをしてみてください。次は、お金と時間はかかるけれどそれでもまとまったテキストとして残して伝えたい。こういう文章がありました。一つ気になるのはひらがなが続きすぎていること。そして意味の切れ目なのに何も切れ目がないこと。この2つが非常に気になる点です。なので、お金と時間はかかるけれど、この接続詞の後ろに1個足す。それでもまとまったテキストとして残して伝えたい。こうしたら、けれどとそれでもの間でひらがなのつながりが分断されるので、読む人にも読みやすいです。それでもというのは、前のことを受けているけれども、それは構わずにとか、それは分かってるけどとか、そういう意味合いを出しますけれど、そういう意味合いの文章がこの後に続くんだなという目印としてとても見やすく目立つようになります。なので、ここのけれどという後にないよりはあった方がいい。けれどという接続詞を際立たせること、それでもというその先にどういう意図の文章がつながっているかという目印を際立たせること、その役割のためにここに点を打ってます。これが意味上。で、読んだ時の音読のリズム。
ここで切らずに読むのはちょっと一息としては長い文章になってしまう。なのでここで切ろうと思う。で、自分の今出した答えはこの1個だけの当点なんですけど、ひょっとしたらもっと打ちたいけどなぜ打たないのかと思う人もいるかもしれません。例えば、このそれでもまとまったテキストとして残して伝えたい。文節意味の切れ目としては第2候補として上がる部分です。ここを切るかどうか。私はここを音読した時にブレーキがかかってしまうと感じたんですね。先ほどのけれどの時もそうですけれども、こういう点が置いてあると多分皆さん点の直前の語っていうのはすごい気になって見ちゃうと思うんですよ。で、強調したい時はそれがすごい役立つんですけれども、強調したくない時は無駄になっちゃうんですね。テキストっていうのはその補助的な意味合い、どう残すかという意味合いでしかなかったので、あまり強調したい意図もなかった。テキストとして残して伝えたいっていうのをひとまとまりとして考えていたので、あまりここで点を打とうとは思いませんでした。なので、私の文章としてはこれが完成形になります。今度は少し長めの文章を引っ張ってきました。中国のちょっと狭くて暗いスーパーに入った時の匂い。日本のスーパーではない。どこか乾いた感じで少し埃っぽさも残っていて決して明るくないところ。これは私が今ノートに書いて完成形として置いている句読点の打ち方になります。これをちょっと当点を消したらじゃあどうなる？あった点を2つ消してみました。中国のちょっと暗くて暗いスーパーに入った時の匂い。日本のスーパーではない。どこか乾いた感じで少し埃っぽさも残っていて決して明るくないところ。一つ目のこれはなんでここに打ったのかというと、中国のというのをすごい言いたかったんですね。後ろに日本のスーパーではないとは書いてるんですけれども、中国のちょっと暗くて暗いスーパーに入った時の匂い。強調したかったので、先ほどの点の前の言葉を言いたいという意味付けからここに点を打ちました。一続きでも悪くはないと思うんです。中国のちょっと狭くて暗いスーパーに入った時の匂い。文章もそんなに長いわけではないので、一息に読んでも困らない場所ではあるんですが、私はあえて中国のっていうところに点を入れました。これも日本のって打っちゃうと、この中国のでせっかく強調してあげたこの文章の重要性が日本のスーパーではないってやってしまうと、この日本のにもアクセントがついてしまって、それは私の意図することではない。日本のっていうこの一文はただ補助輪のようについている意味の補助的な役割なので、ここは別に強調する意図はない。わざわざ点を打って何か意味を吟味してもらう文章ではないっていうことで、ここは打ってません。中国のが際立てばいいな。で、どこか乾いた感じで少し埃っぽさも残っていて決して明るくないところ。これは多分好みとか皆さんいろいろ迷うところでもあると思うんですけれど、どこか乾いた感じで私は打っていました。もしこれがなかったとしたら長いなと。音読のリズムで何々で何々していて消してとか手の部分はあるんですけれども、この手のどこかには点が一つ欲しいなと思いました。音読した時のリズムからしてそう。で、意味の切れ目としても乾いた感じと埃っぽさというのをどういう仲間に捉えるかで打ち方は変わってくると思うんですけれども、私は乾いた感じと埃っぽさがあることはちゃんと並立して同じ強さで伝わってほしいと思った。もし点をもう一個打つとしたら、どこか乾いた感じで少し埃っぽさも残っていて決して明るくないところ。これを3つ並立で描くことも間違いではない。意味の切れ目としては合ってるんですけれども、細かい描写をトントンと重ねたいわけじゃなくって、もうちょっと文章としてまとまって塊を作りたい。そう思った時に2つ点があるんですけれども、1つはいらないだろうと思ったんですね。試みとしてはこちらのどこか乾いた感じで少し埃っぽさも残っていて、決して明るくないところ。そうすると私の中ではこっちが頭でっかちで、あまり重要ではないというか、そんなに自分の中で言いたいことではない、お尻がすごい文章になってしまうなと感じました。乾いた感じと埃っぽさは同じぐらい粒立っていてほしいということで、自分はこっちを使い、どこか乾いた感じで少し埃っぽさも残っていて、で、決して明るくないところというのはそんなに重要視はしない。わざわざ点を打ってここに注目してくださいねっていうほどの意味は自分の意図としてはなかったので、この少し埃っぽさも残っていて決して明るくないところ。これはひとまとまり。埃っぽさっていうのが少し際立てばいい。
で、明るくないというのは補助の意味合いとして考えていたので、ここの点はなしにしました。で、これが完成になっています。ちょっと長い文章を出してみたんですが、ライターというと昔から新聞や雑誌、書籍が活躍の舞台だった。インターネットが出てくるとウェブライターという肩書きで文章を書く人も増えた。ツールは紙とデジタルという差があるものの、どちらもマスが対象になっている。こういう文章があって、打ちたい人はもうたくさん打っちゃうんですね。文節のたびに打つ。もう究極に点を打ちまくるとこういう状態になる。何々で何々がというところで点を打つんですけれども、多分社会人が書く文章としてはちょっと稚拙に感じられてしまう。あまりに点が多すぎるというのはお勧めしません。むしろ必要最低限で使うっていうのが一番読みやすいんじゃないかなと考えてます。その必要最低限の1箇所2箇所っていうのがどこなのかというのは、先ほどもお伝えしたように意味の切れ目であったり、音読のリズムの部分であったり、それを打ったり取ったりしてみて何度も確かめて遂行して、自分が伝えたい意味がちゃんと間違いなく伝わるかどうかというのを確認してみてください。今回のこの文章については、これも私のノートの文章なんですけれども、これが実際私が打った点です。ライターというとというところで一つ、あと差があるもののというところで一つ。真ん中のインターネットが出てくるとウェブライターという肩書きで文章を書く人も増えたというのは、あえて打たずに一気に読んでもらいたくって書きました。ライターというと昔からというこちらの方が私にとっては伝えたい文章の大切な方で、インターネットが出てくるとっていうのはその補助情報という扱いで考えていたんですね。なのであまりここは点を打たずにスッと読んでいただけるように文章に点を打たずに置きました。後半の3つ目の文章、差があるもののどちらもというのは文節の切れ目としても意味の切れ目としてもここだろう。で、これを一続きにするとちょっとひらがな続きすぎというのもあるので、この1箇所は必要だなと思ってつけました。これが自分の中の完成形とその理由でした。皆さんもその自分が点を打った時になぜここに打ったのかっていうのが言えたら多分大丈夫だと思うんです。私はここに打ちたくて打ちました。文章を短いリズムで感じてほしいのでわざと細切れにしましたなのか、一続きで塊として読んでスルーしてほしいのであんまり点を打たない方を選びましたなのか、その点の前後にある言葉を際立たせたいからやりましたなのか、皆さんも自分が伝えたい意味があって文章を書くと思うので、それに合った点の打ち方をちゃんと説明できるかどうかというのは非常に大きい気がします。何回かそれを意識しながら練習していくとできてくるので、皆さんもぜひ試してみてください。もしよろしかったら、高評価、登録もどうぞよろしくお願いします。